カンパニーの戦略投資部といえば、あの銀河を掌握せんとする彼らの自信を思い浮かべるだろう。そこでひときわ輝くのは、ダイヤモンドが自ら選んだ10人の精鋭、10の赤心。緻密な采配と計画により、彼らはカンパニーのために不良債権を次々と回収してきた。しかし中には異端者もいる。彼は采配も計画も信じず、チップとかける勇気だけを頼りにしているのだ。本日は戦略投資部の新星アベンチュリンを紹介しよう。今回はアベンチュリンの友人、博識学会のベリタス・レイシオ教授を一手請求に招待した。友人ではない。ただ本物のアホと比べたら幾分マシというだけだ。教授の評価基準を考えると、それはなかなかの評価では？9大点だな。では9大点のアベンチュリンのお手並みを拝見しよう。彼は孫悟の運命を歩む虚数属性のキャラクターだ。不良資産清算の専門家で、債務者たちはその華麗な外見を見ただけで逃げ出すらしい。目立つ格好はやめろと何度も言っているんだが。大丈夫、彼は敵に逃げる隙を与えない。通常攻撃では敵に自身の防御力に応じた虚数属性ダメージを与える。これはアホみたいに抵抗するより逃げた方が賢明だな。ああ、抗う者は琥珀の王の偉大な力を味わうことになる。戦闘スキルでは味方全体に累積できるバリア、堅固なチップを付与する。これの耐久値には上限があるんだ。注目ポイントは、堅固なチップは味方の効果抵抗をアップするだけでなく、その味方が攻撃を受けるとアベンチュリンのブラインドベッドが溜まっていくところだ。またアベンチュリンに堅固なチップがあると行動制限系デバフに抵抗できて、ブラインドベッドが一定数に達するとそれを消費して追加攻撃を行い、ランダムな敵に数回バウンドする少量の虚数属性ダメージを与える。ふざけた戦い方だ。やはりギャンブラーに理性を教えるのは無理そうだな。アベンチュリンが必殺技を発動すると、一定数のブラインドベッドをランダムに獲得でき、敵単体を一定ターンの間動揺状態にして防御力に応じた虚数属性ダメージを与える。味方の攻撃が動揺状態の敵に命中すると発生する会心ダメージがアップするんだ。はあ、ブラインドベッド見ているだけで冷や汗が出る。樽を知るは凡人の美徳、そして臆病はバクトの禁忌。アベンチュリンの秘技はまさにその言葉の体現なのだ。彼が秘技を使うと3種類の防御力アップ効果の中からランダムで1つを獲得できる。防御力の上昇幅はそれぞれ異なるが、どの効果も次の戦闘開始時味方全体の防御力をアップするんだ。何度も秘技を使用した場合、一番効果の高いものが保留されるぞ。己を落とすのはギャンブラーの愚行だが、彼は勝ち続けているせいで教訓を得られないんだ。その戦闘哲学を直感的に理解できるよう、アベンチュリンが貴重な映像資料を提供してくれた。それでは彼の実践を見ていこう。自ら素材を提供するとは根っからの演者だな。特定の奇跡を覚醒すると、アベンチュリンは戦闘開始時に味方全体に堅固なチップを付与する。その耐久値は戦闘スキルで付与するバリアと同じで、堅固なチップを持つ味方が攻撃を受けると彼のブラインドベッドがアップするんだ。彼は先手必勝だけを信じている。あの頭では5の線は理解できないだろう。お、敵も負けじと攻撃してきたぞ。アホが。今攻撃しても彼の勝ちが決まるだけだ。予想通り敵はバリアを突破できない。そして奇跡の効果により堅固なチップを持つ美月なのかがカウンターを発動。アベンチュリンのブラインドベッドが溜まっていく。敵の猛攻によりブラインドベッドが溜まり、ここで追加攻撃が発動。さらに他の奇跡の効果でアベンチュリンの会心率が防御力に応じてアップ。追加攻撃が会心を発生しやすくなった。
ブラインドベッドが触発した追加攻撃発動後、味方全体にバリアを付与する。仲間もゲームの一部だと理解しているなら、もうただのギャンブラーではないな。敵は攻撃を続けるが、それはブラインドベッドを食べるだけ。スキル発動後バリアが補給される。そして必殺技で再びブラインドベッドがたまり、追加攻撃が発動。敵はこちらにダメージを与えられずに消えてしまった。大金帰宅。アベンチュリンの敵の多くは自分をプレイヤーだと思っているが、実際は彼のチップに過ぎないんだ。さすがの毒舌ですが、なんだかんだお互い認め合ってるじゃないですか。待て、お互い？彼が何か言ったのか？今回のゲストに教授を指名したのはアベンチュリンなんだ。僕のスタイルを説明できるのは教授だけかもしれない。はっ、論理も規律も理性もない混沌としたスタイルなど理解できるわけがないだろう。あのギャンブラー、計算機科学をピンボールの勝率を計算する学問だとでも思っているのか？あと教授は否定するだろうけど、僕の力を理解してないなら番組の出演を断るはずだとも言っていたな。違う。オファーを受けたのは宇宙に真理と知識を広める一手請求の貢献を認めているからだ。まったく2人は仲がいいのか悪いのか。